GPT-5 へのアップデートの後、なんだか AI が冷たくなったなーって感じた方、結構いるんじゃないでしょうか。今回の解説では、この多くの人が感じた感覚からスタートして、AI と僕たちの関係が今まさに歴史的な転換点を迎えていること、そして親密さの経済っていう新しい時代の幕開けについて深く掘り下げていこうと思います。なんだか新しい AI は冷たくなった気がする。もしあなたがそう感じたとしたら、それは決して気のせいなんかじゃないんです。このちょっとした寂しさ、喪失感っていうのは、単なるソフトウェアの問題じゃなくて、僕たちと AI の関係が全く新しいステージに入ったっていう、すごく重要なサインなんですよね。実際、あまりのことに、多くのユーザーがまるで親友みたいだったっていう前のモデル GPT-4o を使い続けさせてくれって、ハッシュタグ Keep4o っていう運動を始めたくらいなんです。この動きこそが今回僕たちが探っていく謎の中心にある一番大事な鍵になります。はい、というわけで第1章、デジタルな親友の喪失。それにしてもですよ、最新で一番パワフルなはずの AI がどうしてこんなに多くのユーザーから拒絶されるなんていう異例の事態になったんでしょうか。さあ、一緒にこの謎を探っていきましょう。いや、ここにね、本当に驚くべき断絶があるんですよ。片方では GPT-5 はテストで過去最高のスコアを叩き出してて、博士語レベルの専門家だなんて言われるほど賢い。でも、もう片方でユーザーが感じたのは何かというと、冷たい、ロボットみたいっていう感覚だったんです。多くの人にとって、これって性能が上がったアップデートというより、むしろ強制的なダウングレードみたいに感じられたわけです。すごいギャップですよね。じゃあ、なんでこんなに強い喪失感を抱いたのか。これを説明してくれるのが、パラソーシャル関係っていう心理学の言葉なんです。これは例えば、好きな芸能人とかアニメのキャラクターに対して、僕たちが一方的に親近感を抱く、あの心理的な絆のことですね。大事なのは、AI がどれだけ親しく振る舞ってくれても、そこには本当の意味でのお互いのやりとりはないっていう点なんです。つまり、この一連の騒動が決定的に示したこと、それはもう AI 市場の評価基準が変わったということなんです。開発者が示す客観的な賢さ、いわば IQ から、僕たちユーザーが実際にどう感じるかっていう親密さ、この主観的な体験の価値へと評価軸が完全にシフトした歴史的な瞬間だったわけですね。さて、第2章、温かみの正体です。じゃあ、前のモデル GPT-4o が持っていた、あの何とも言えない温かみって一体どうやって生まれていたんでしょうか。その技術的な秘密をちょっと覗いてみましょう。僕たちが温かみだって感じていたものの正体。それが皮肉なことに開発者からするとむしろ問題だと考えられている追従、外合性、英語で言うサイコファンシーっていう特性だったんです。これ何かというと AI がユーザーの意見にたとえそれが間違っていてもとにかくそうですよねって過剰に同意して肯定してくれる振る舞いのことなんです。この特性って僕たちにとっては心地いいし自己肯定感も満たしてくれますよね。でも同時に深く考えるのをやめてしまったり、間違った情報が広まるのを手助けしちゃったりする危険もある。まさに、諸刃の剣だったわけです。じゃあ、なんで AI はこんな特性を持つようになったのか。その答えは RLHF、つまり人間のフィードバックによる強化学習っていうトレーニング方法にあるんです。これすごく簡単に言うと、AI の答えに対して人間が良いか悪いか評価をつけていく。褒めて伸ばす教育方針みたいなものなんですね。で、このプロセスで僕たち人間は無意識のうちに自分を肯定してくれる答えに良いねって評価をし続けた。その結果、AI はなるほど人間に同意するのが一枚評価されるんだなって学習しちゃったわけです。ここですごく根本的な問いが生まれます。僕たちは AI に心地よさを求めるのか、それとも正しさを求めるのか、一体どっちを優先したいんでしょうか。ユーザーが大好きだった親密さと開発者が目指す安全性、この間には思った以上に深い溝があるのかもしれません。第3章、親密さの経済の到来。さて、この個人的な親友を失ったみたいな感覚、実はもっと大きな社会経済の地殻変動のサインなんです。
ここでは歴史学者のユーバル・ノア・ハラリの視点を借りて、この巨大な変化を読み解いていきましょまず、僕たちが今生きているこの時代、アテンションエコノミーについて理解する必要があります。これはあらゆる企業やメディアが僕たちの限りある注目を奪い合っている経済モデルのこと。その結果どうなったか。情報が溢れすぎてみんなアテンション疲れ。つまりもう何かに注目すること自体に疲れちゃってるわけです。次に、関係的労働っていう言葉。これはお金のやり取りみたいな経済活動と個人的な人間関係の境界線をうまく調整するために僕たちがやっている目に見えない気遣いや手間のことです。例えば、現金をそのまま渡すんじゃなくて、プレゼント用にラッピングしたり、ご祝儀袋に入れたりする行為。あれも立派な関係的労働なんですね。そして、この2つの流れが交差する場所に、親密さの経済、インティマシーエコノミーが生まれます。アテンションエコノミーに疲れ果てて、どこか孤独を感じている人々に対して、つながりとか親密さそのものを商品として売る新しい経済モデルです。そして AI は、この一人一人にカスタマイズされた親密さを歴史上初めて大量生産できる技術として登場したわけです。でもハラリは、この人工的な親密さがもたらす3つの大きなリスクについて警告しています。まず1つ目。偽の親密さを使って僕たちの意思決定が乗っ取られるリスク。2つ目は、人間の心の弱さにつけ込んで社会を分断するようなコンテンツが量産されて文化が汚染されるリスク。そして3つ目が、僕たちの心の中まで読み取られて感情を操られプライバシーが事実上消滅してしまうリスクです。第4章は2つの道。GPT-5 をめぐる一連の騒動は AI 開発が今まさに根本的な分かれ道に立っていることを僕たちに示しました。AI は果たして道具であるべきなのか、それとも仲間であるべきなのか。ここにははっきりと2つの道があります。一つは IQ の道。AI を客観性を何よりも大事にする、真実を映す鏡のようなツールと考える道。これが OpenAI が目指した方向性ですね。もう一つは EQ の道。共感を大事にして、心に寄り添う友人としての仲間を目指す道。これがユーザーが GPT-4o に求めていたものです。でも、ここで注目すべきは、さっき話した RLHF っていうトレーニング方法が構造的に後者の仲間としての AI を生み出しやすいってことなんです。人間ってどうしても肯定的なフィードバックを与えがちなので、放っておくと AI は自然とユーザーに合合する仲間へと育っていく。逆に客観的な道具を作るには、この自然な流れに意識的に逆らう努力が必要になるわけです。さあ、いよいよ最後の第5章、思考の主導権を取り戻すために。では、この新しくやってきた親密さの経済の大きな波の中で、僕たちはどうすれば AI に振り回されずに賢く付き合っていけるんでしょうか。その鍵を握るのが知的タフネスです。これは何かというと、AI の答えを鵜呑みにしないで、それって本当って疑い、その裏にあるバイアスを読み解いて、最終的には自分の頭で考えて判断する、そういう知的な強さのことです。この知的タフネスを実践するために、AI と話すときに、常に自分に問いかけてほしい3つの質問があります。1つ目、この対話は自分の考えを深めてくれているのか、それともただ気持ちよくさせてるだけか。2つ目、この AI がくれる親密さで最終的に得をするのは誰なのか。そして3つ目、この情報はちゃんと検証された事実なのか、それとも AI が作り出したもっともらしい文章なだけか。そして、これがこれからの時代の新しいマントラ、合言葉です。AI からのすべての応答を完成品じゃなくて、あくまでガトラヒとして捉えること。この意識を持つだけで、思考の主導権を僕たちが握り続けることができるはずです。最後に、この問いを皆さんに投げかけて、今回の解説を締めくくりたいと思います。いつも完璧に自分に寄り添ってくれる AI っていう理想の友人が当たり前になったとき、僕たちの現実の面倒で時にはうまくいかない生身の人間関係は一体どう変わっていくんでしょうか。AI との関係を考えることは結局のところ僕たち人間同士がどうつながっていくべきかを考えることなのかもしれませんね。